本動画は、興味本位の観覧を目的とするものではなく、歴史的な原点資料に基づき、近代日本文学の真相を探求する文学的ドキュメンタリーです。作家の生涯を通じた芸術的昇華のプロセスをたどるものであり、特定の行為を推奨したり、賛美する意図は一切ありません。今日も日本の文壇史に残る興味深いお話をご紹介しましょう。文学の世界には時として私たちの想像をはるかに超えるような風変わりな人生を送った作家が存在します。今日取り上げるのは昭和の文壇に強烈な足跡を残したある私小説家の生涯です。彼の名前は川崎長太郎。川崎長太郎のモグラ随筆や当時の週刊産経の記事を精査しながら、その独自の精神構造がいかにして得意な文学を生み出したのか、心理学的、歴史的側面から迫りましょう。昭和29年、西暦で言いますと、1954年あたりのことです。奇妙なブームが巻き起こりました。世間と文壇を震撼させたこの現象を、人々は長太郎ブームと呼びました。当時は戦後の復興からいよいよ高度経済成長へと助走を始めた時期です。人々は少しでも豊かな暮らしを求めて階段を駆け上がろうとしていました。日本中が新しい豊かさを夢見る競争の時代ですね。そんな時代にまるで世間の流れに完全に逆行するように生きている男がいました。場所は神奈川県小田原の海岸沿いです。そこに立つ薄汚れた物置小屋。長太郎はその小屋の底に沈殿し続けるようにひっそりと暮らしていました。彼の壮絶とも言えるどん底生活。それがなぜか当時の大衆の心をがっちりと掴んでしまったのです。考えてみれば不思議な現象ですよね。皆が物質的な豊かさを追い求めているときに、徹底して貧しい暮らしがもてはやされたのですから。これは物質主義へと傾いていく時代に対する痛烈なアイロニーであったと言えるかもしれません。つまり世間への皮肉ですね。貧乏話が身に染みると当時の雑誌も分析しています。長太郎は己の困窮を単なる悲劇として嘆くことはしませんでした。むしろそれを文学へと昇華させたのです。自らの生々しい生活を冷酷なまでにさらし出す。長太郎自身も私小説の厳しさは自身を裁判官や検事の目で冷酷に見つめることだと語っています。その潔い姿勢が好景気に湧き始める中で疑問を持った読者たちの深い共鳴を呼び起こしたのでしょう。では、彼が一体どんな生活を送っていたのか、その驚くべき日常を詳しく覗いてみましょう。長太郎が生活の拠点としていた場所があります。それは砂塵にまみれた彼にとっての聖域でした。住所は小田原市万年町。袖ヶ浜海岸の入り口付近です。そこに立っていたのは、およそ14畳ほどの広さを持つ、本当に粗末な物置小屋でした。立派な部屋があるわけではありません。黒塗りのトタンに囲まれただけの
薄暗い空間です。それが彼の全宇宙だったのです。立て付けの悪い扉をギーッと開けてみましょう。するとそこには原型をとどめないほど古びたはしごがあるだけです。そのはしごを一段一段登っていきます。すると、中二階と呼ぶにはあまりに危うい、彼が実際に寝起きする、たった2畳ほどの空間が現れます。まるで木の上に作られた鳥の巣のようだった、と記録には残されています。本当に危なっかしいことこの上ないですね。室内の様子はどうだったのでしょうか。床には御座のように薄っぺらくなった古い畳が2枚敷かれています。表面はすりむけ、中から藁がはみ出しているような代物です。そして、唯一の家具と呼べるものが部屋の真ん中に鎮座しています。それは、ビール箱を改造したガタガタの机でした。立派な書斎などどこにもありません。電灯は断線したまま放置されていました。夜の帳が降りるとどうなるのでしょう。彼は100文目ろうそくと呼ばれるおよそ400グラムもある極太のろうそくに火を灯します。砂ぼこりの舞う暗闇をろうそくのかすかな光だけが照らし出すのです。冬場は全く火の気がありません。かじかむ手をろうそくの炎に炙るようにしてしのいでいたそうです。窓代わりのトタン扉を開けてみましょう。眼前に広がるのは雄大な相模湾の海原だけです。海風が直接吹き込んでくる厳しい環境です。彼はこの圧倒的な孤独の中で日々を生きていました。現代の私たちには一日でも耐えられそうにありません。彼がこの小屋にざっと20年ほどだらだらと住み続けてしまった頃、台風が直撃し、屋根が半分吹き飛ばされたことがありました。さすがの彼もこれをきっかけに、ついにこの小屋を離れる決心をします。一見すると、世俗のルールから完全に逸脱しているように見える長太郎。しかし、彼の生活は驚くほど厳格な規律に支配されていました。近隣の人々は、そんな彼に親しみを込めて、チラさんと呼んでいました。なぜチラさんなのでしょうか。それは、彼の朝食のメニューに由来しているのです。そして近所の人々は、毎日決まった時間に現れる彼の姿を見て、時計代わりにしていたそうです。彼の一日を時間ごとに追ってみましょう。まず、午前7時から8時の間に起床します。起きてすぐ、海岸に面したトタン扉を開け放ちます。そして、朝の新鮮な空気を小屋いっぱいに取り込むのです。身だしなみについては、驚くべき事実があります。彼は20年以上もの間、石鹸を一切使いませんでした。おまけに歯も磨かないというのです。潔いというかなんというか、恐るべき美学を貫いていますね。そして午前8時半から9時の間、彼にとって一日で最も贅沢な時間がやってきます。朝食の時間です。
電車通りにあるだるまという食堂へ向かいます。彼が頼むのは、決まって130円の並製ちらし丼でした。これがチラさんというあだ名の由来です。刺身や椎茸など、多彩な具材が器を彩っています。彼はその様子を、賑やかで飽きないと言ってとても愛していました。食堂の人たちは、彼がのれんをくぐるのを見てこう言ったそうです。あら、チラさんが来たからもう8時半だわ、と。そして自分たちの時計の針を合わせたのです。朝食を終えると、午前中は散歩の時間です。これがまた徹底しています。雨が降ろうが、傘を差して2時間の散歩を絶対に欠かしません。時には汽車も利用して、真鶴や湯河原、熱海まで足を伸ばすこともありました。健康保持という実用的な目的もあったでしょう。しかし、それだけではありません。孤独を深くかみしめるための、彼なりの神聖な儀式のようでもありました。散歩の途中、彼はよく道端の犬や猫に視線を送りました。野良犬や捨て猫に吸い付くような眼差しを向けるのです。人間社会から距離を置いていた彼にとって、動物たちは心を通わせる存在だったのでしょう。実際に彼の小屋には一匹の虎猫が住み着いていました。そしてお昼です。昼食はたった10円のコッペパンでした。それに砂糖をつけて食べるのが彼のお気に入りでした。午後はどう過ごすのでしょうか。競輪場へ足を運ぶことも多かったようです。実は彼、過去には競輪で20万円以上もの大金をつぎ込んだことがありました。当時の20万円ですから大変な金額です。しかし、賭博に合わないと深く自制したそうです。痛い目を見ては人生を見つめ直す。そんな不器用な姿に不思議な魅力が漂っていますね。夕食は40円のラーメンや卵丼で質素に済ませます。夜になるとまたあの暗い小屋に戻ります。ろうそくのかすかな明かりを頼りにペンを握ります。己の生そのものを削り出すようにして執筆に没頭するのです。そして午後10時にはきっちりと就寝します。来る日も来る日も忍者のようなこの生活を繰り返しました。誰にも真似できないストイックすぎる日常ですね。ちなみに彼はおしゃれにも気を使っていました。男の一人暮らしだからとみすぼらしく見られるのを我慢ならないと言って中古の三つ揃えのスーツを買ったりしたそうです。でも裏地を直す800円が惜しくて自分で布を買ってきて縫い付けたのだとか。貧しくても彼なりのプライドはあったのですね。一見すると世間から完全に見放された世捨て人のような長太郎。しかし彼の生み出す文学が放つ磁力は本物でした。当時の超一流の知性たちを強く引きつけたのです。例えば白洲雅子との出会いは非常に象徴的です。彼女は吉田茂首相の側近であった白洲二郎の夫人です。
類稀な審美眼の持ち主として広く知られていました。その白洲雅子がわざわざハイヤーを飛ばして小田原の物置小屋までやってきたのです。想像してみてください。泥臭い物置小屋の前にピカピカの高級ハイヤーが止まる光景を。彼女は長太郎の小説を読んで自分の知らない世界に魅了されたそうです。その浮世離れした生活をどうしても自分の目で確かめずにはいられなかったのですね。また文壇からの後押しも強力でした。師匠である宇野浩二が雑誌群像などで大々的な長太郎論を展開しました。これが長太郎ブームの大きな火付け役となったのです。宇野は長太郎のことをいらもの、つまり異端児と呼びました。そしてその純度の高さを高く評価したのです。長太郎もまた宇野を深く尊敬していました。彼らの間には言葉を超えた深いつながりがありました。さらに作家の井伏正二は彼を文壇のつっかい棒と評しました。とてもユニークな表現ですね。彼のような極限まで純化された私小説家が存在し、強靭な個性を放っている。そのおかげで文壇全体の整合性と重厚さが保たれているのだと認めたのです。どんなにみすぼらしい生活をしていても、一流の人間にはその本質が見抜かれていたのですね。一方で地元の人々にとっては彼は少し厄介な存在でもありました。彼の小説は関わった人々を赤裸々に描き出してしまうからです。行きつけの甘みどころ三世屋の女性は小説に書かれて近所から冷やかされ困っちゃいましたと嘆いています。まただるまの店員たちも自分が惚れているなんて書かれて迷惑だわと辛口な評価を下しています。そんな孤高の生き方を貫いた長太郎ですが、晩年には転機が訪れます。それまで頑なに独身を貫いていた彼が、なんと60歳を過ぎてから30歳も年下の妻を迎えたのです。そして、あの長く住み慣れた海辺の一人暮らしを切り上げました。しかし、人生の試練は終わりません。脳出血で倒れ、右半身不随という過酷な状態に見舞われました。麻痺してしまった体。かつての峻烈で孤独な日々とは対照的な、献身的な妻との暮らし。しかし彼は、元日の朝に、今年も乗り切ると自らを鼓舞し、梅干しの歌を口ずさんだと言います。長太郎が長年、あの物置小屋での暮らしを選んだ理由。それは決して人生の敗北などではありませんでした。世間の見栄や社会的地位といった価値観、そうしたものから解き放たれるための能動的な避難だったのでしょう。長太郎の生涯は私たちにあるメッセージを投げかけている気がします。重圧から解放され、ありのままの自分でいることの尊さです。最後に彼が愛唱した梅干しの歌の一節をご紹介して、この孤高の魂の肖像を閉じたいと思います。しわはよっても若い木で、小さい君らの仲間入り、運動会へもついていく。世間の価値観から降りたこの作家の生き方について、あなたはどう解釈しますか？このチャンネルでは、資料の裏側に隠された
人間臭すぎる素顔を紹介しています。実はこんな説もあるといった情報や内容の補足等ありましたら、些細なことでもコメントにてお知らせください。また、この動画が少しでもいいと思いましたら、チャンネル登録と高評価をいただけますと幸いです。